80年前、全世界で突如として霊気が復活した。無数の妖魔が人間社会に流入し、人類は妖魔に抵抗するため、終身期限を開いた。しかし、すべては遅すぎた。妖魔が総攻撃を開始し、80年後、全世界には、リビング HE だけが残った。最後の新宣教強者。人類を突撃せよ。リビング HE 最後の生存者。もう一度やり直すチャンスをあげる。人類は勝てるのか。私たちは勝てる。俺はすべてが始まる3日前に戻ってきた。牢屋はすでに正式に俺を、竜頭グループの新総裁に任命した。今日から、お前が持つすべては俺のものだ。出て行け。重慶、世界の終わりを信じるか。何？世界の終わり？もう狂ったふりを始めたのか。前世でもお前はこうだった。俺がショックに耐えられず、狂ったふりをしていると思い、さらに、世界の終わりが来ても、絶対に俺を助けないと言った。しかし、妖魔が押し寄せてきたとき、お前が何度も俺の前に立ちはだかり、守ってくれた。俺を最後まで生き延びさせてくれた。何を言ってるんだ？本当に狂ったんじゃないのか。重慶。実は俺はお前が嫌いだった。ずっとそう思ってたから。お前は何でもかんでも、俺と争い、奪い合う。でも後で間違いに気づいた。お前はずっと俺を守り、俺の代わりに陰謀を引き受けてくれた。そして、あの狙い撃ちも。何をデタラメ言ってるんだ。重慶、今世はもう争わないでいいか。お前が欲しいものは何でもあげる。なぜなら、生きていることが何よりも大切だから。一体何を狂っているんだ。そうだ。説明している時間はない。今すぐグループすべてのプロジェクトを放棄し、最大規模でキャッシュフローを引き出し、すべての人脈と資源を動員して、玉石を買い占める。3日後に霊気が復活する。1年後に万葉の門が開く。唯一生き延びる希望は、修行だ。今世は、10年早く修行期限を開く。お前、何を書いてるんだ。前世、霊気復活は3日後の真夜中に起こった。夜空に、パンサン語学という巨大な衣装が浮かび上がった。それに伴い、中心者が突如として現れた。最初は修行の高校はなかった。誰もが資源の略奪に目を向けた。惨烈な10年の混戦が勃発し、無数の死傷者が出た。この10年間、妖魔たちは力を蓄え、突如として現れた。3人の神仙が危険を感じ、肌峰の奥深くから現れた。修練の後方を公開したが、その時はもう遅かった。兄さん、信じて、この高校を家でじっくり見て。その通りに学ぶんだ。これが生き残る唯一の希望だ。もういい、ふざけるな。こんな現実離れしたものは、もう二度と見たくない。他に用がなければ、さっさと出て行け、俺のオフィスから消えろ。冗談じゃない。3日後。この世界は激変する。玉石が。霊気の音量を受けて霊石に変わる。最初は3倍。1日後は10倍。その後は値段すらつけられない。俺の言う通りに、玉石を買い占めろ。後で大いに役立つ。はあ。今これを言っても誰も信じない。でも構わない。俺が望むのは、ただこの情報を流すことだけ。3日後、天地異変が訪れる。その瞬間。事実が全てを証明する。陳さん。さっきメールが1本、ブロックをすり抜けて、うちの会社に直接届いたんです。しかすごく変なことを言ってて。ご覧ください。見せてくれ。何が書いてあるんだ。霊気フッ素、語学遺産。このリビング HE って誰だ。リビング HE、彼は江代のり一族の人です。今は竜頭グループで総裁をやらせてる、あんな狂人を。グループの総裁にするなんて、この美の家も。
没落までそう遠くないな。今後、こういう類のことは、俺に見せるな。はい。今世は、この無意味な混乱に終止符を打つ。全人類を導き、修練時代を早期に開く。計画を考えねば。前世、誰もが気づいた、玉石の変化が、修練に役立つと。こうして、玉石は最も重要な修練資源となった。急務は、玉石を買い集めることだ。手段を選ばず、どれだけでも。玉石を買い集める。完成品は不要。玉器の廃材でいい。それに、アクセサリーにできない廃材、玉石も欲しい。どれだけ在庫がある？理想が言ってるのは原石ですね。もちろんありますよ。私の手元には少なくとも500億円分の在庫、あとは、どれだけ必要か次第です。400億。全部くれ。理想。なんて言った？世界中から買い集める。3000億円で世界を買い漁る。この40億円は頭金で、今日中に支払えます。残りの300億円の追加投資も、今日中にお支払いできます。でも、そんなに大量の在庫はありますか？母はご安心ください、李社長。世界中の玉石グループと提携していますから、300万トンどころか、さらに100万トン増やしても必ず揃えてお届けします。よし。ただ一つ条件があります。2日以内に、必ず商品を受け取らなければなりません。え？2日で結構です、李社長。お金さえ入金されれば保証します。2日以内に必ず商品をお届けします。私が直接動きます。今すぐ準備に入ります。全員集合。1年後、このお金はすべて無価値な紙くずになります。しかし玉石は霊気を育み、人の修行を助けることができます。それはすべての人々が生きる希望であり、修行時代を開く。基盤です。しかし今は、この50億の霊石では、まだ少なすぎます。もしもし。資産の抵当入れをしたいのですが。何ですって。高値で玉石の単材を買い取る。ありますあります。もちろんあります。どれくらい必要ですか？200億円。いくら？ 200 億円で玉石の単材と原石のクズを買う？一体どういうことですか？冗談じゃないですよね。ゴミの山で200億円稼げるなら、この仕事引き受けます。急いで鉱山に戻れ。問題ありません。何でも揃っています。玉石の単材と原石の材料だけは絶対に不足しません。2日以内に必ず納品します。大儲けだ。どうしたんだ？変な奴が高値で玉石の単材を買い取ってるんだって。全員倉庫にある。窓が開いた廃材を全部収めろ。ひび割れたもの、模様のないもの、丸ごとでも砕けても、全部キロ単位で買い取る。なんですって？李社長、ご来訪ありがとうございます。どのくらいの規模の抵当入れをお考えですか？リノイエの名義にあるすべての事業と株式、不動産をすべて抵当に入れます。貸せるだけ貸してください。利息はどうでもいいです。李社長、冗談でしょう。いえいえ。リノイエ全体を抵当に入れるつもりです。今すぐ評価額を出してください。はい、承知しました。今すぐ計算します。リノイエのすべての資産を大まかに評価すると400億円です。リスク評価、信用問題はもう考慮しない。資産の価値が下落するなどの状況。リスク評価はもういい。400億、手続きを進めてくれ。わかりました。あ、そうだ、今夜中に口座に入金してほしい。問題ないか。ご安心ください、李社長。はは。私はもう賭けに出た、リノイエのすべてを、今夜を過ぎれば。リノイエ全体が何もなくなり、退路はなくなる。父上、兄上。私を責めないで、3日後にはわかる。私がこうするのは。すべてあなたたちを守るためだ。それまでに。私は急いで修行しなければ。火を丹田に起こせば暖かく、氷石を通し、浜枕を沈り、泥丸を貫く。潮の枠が如く、本部の小鶴が如く、遅く長く源から流れ、感度が降る。
中央を過ぎ、紫不日、岩に落ち、周りに抜いて初めに帰る。18時、アーバーマン難しいです。アーバーマンと。自ら宙流す。やはり私の考えた通りだ。霊気が復興する。異変が訪れる前に。この世界には、すでに霊力が存在していた。しかし、復興後と比べると、かなり希薄だ。それでも私の初期の修行には十分だ。3日以内に、私は蓄積し、2品を突破しなければならない。2品を突破して初めて、世俗を超えた力を得られる。そうしてこそ、私の言葉に、より説得力が生まれる。以上をまとめると、今四半期、流動グループの総収益は、過去最高を更新し、キャッシュフローも潤沢で十分に支えられる。次の段階の戦略的拡大を私は信じている。あなたは、ビリング AG よりもっとうまくやれる。さて次は、南米のプロジェクトを任せよう。大変だ、大変だ。ご当主。流動グループの口座資金が、空になった。何？流動グループのすべての口座の、流動資金500億以上が、すべて振り替えられた。帳簿はほぼゼロになった。ありえない。誰がやったんだ？前総裁、ビリング HE の権限です。現在追跡できるのは、権限が、関羽玉石という名の、玉鋼会社に向けられていることです。資金の流れは全世界の、主要な鉱産買収グループへ、すべて玉石の買収に使われました。玉石。ふざけるな、このバカ者め、あの不肖の息子は？連れてこい、もう探しに行きましたが。彼の姿は、消えました。何？ビリン HE は人間じゃない。私はただ、彼の総裁職を解任しただけだ。どうして家族を裏切るなんてことができた？流動グループ全体を滅ぼそうとするなんて、畜生め。いくら無茶をしても家族の利益を損なうような、ことはしないはずだ。何か理由があるに違いない。待て玉石。3日後世界は大きく変わる。玉石は霊気で育まれ霊石に変わる。私の言う通りに。玉石を大量に仕入れろ。後々役に立つ。本当に玉石を買いに行ったのか？冗談じゃない。もう時間を無駄にできない。早くリビング HE に電話しろ。図で戻してそれから甘露玉石集団に連絡する方法を考えろ。協力を打ち切って投資を回収できるかどうか確認しろ。500億だぞ。電話して何になる？彼の行方もわからない。すべて台無しだ。いい加減にしろ。500億でも玉石を買ったんだ。後で転売すればいい。もしかしたら極上品皇帝緑翡翠なんかが混ざってるかも。売れば儲かる。今となってはこれしかない課長の英断です。よし、この件は一段落。今急ぐべきは、早くリビング HE を見つけることだ。全員で探せ。地を張ってでも。彼を探し出せ。はいはい。はははは。あら、これがリビング HE の家か。いいね。あなたたちは誰なんのようだ。ワンユーフーと申します。巷信託の社長です。抵当権の執行に来ました。昨日の午後。リビング HE が当社に来て、リノイエ名義の全財産を、株式と不動産も含めすべて抵当に入れました。なんだと。リビング HE が何を抵当にしたって。ご存知ないのですか？リビング HE は、リノイエ全体を私のところで抵当に入れて、400億円を借りました。いくら400億。抵当契約交渉書録がすべて揃っています。完璧ですよ。リビング HE この畜生。よくもまあリノイエ全体を抵当にできたな。気が狂ったのか。そんな大金を何に使うつもりだ。王社長、リビング HE は400億を何に使ったご存知ですか？まさか玉石を買いに行ったのか。そうですそうです。玉石を買いに行きました。私のところで400億借りてリノイエが何か大きな動きがあるのかと思ったらまさかね。全部玉石に使ったんです。それも廃材を。単材をははははは笑える。なんですって400億全部で。単材の廃材を買った。まだ知らなかったのか。あはははは400億も使って。
ゴミを全部買い占めたなんて李一族は本当にサソリの糞みたいなもんだ。他に類を見ないなは母は笑い死にそうだ。狂ってるリビング HE は狂ったんだ。4000億でクズ鉄の山を買った。あいつは我が李の家を奈落の底に突き落とすつもりだ。リハウスアン。何か知ってるんだろリビング HE。最後に会ったのはお前だ。一体何を話したなぜこんなことを。確かに言った何を言った昨日。突然週末が来ると言い出し修行法を書いてくれた。修行しろと3日後に玉石が高騰すると。玉石を買い占めろ後で役に立つと私は。狂ったたわごとだと思った本当に実行するとは。思いもしなかったこの不祥の米。とんでもないことだ。李の家100年の起業がすべてこの。畜生の手で台無しに。終わったすべてが終わった。玉石高騰で担保契約その結果。玉石を全部買い占め4000億も使って。クズ鉄を買った。これ。あいつ頭がおかしいんじゃないか。ははは笑えるそうだ世界が終わるんだって。さあさっさとリリング HE を探せ。修行に連れて行ってもらえそうだ。遠くへ行けこれからここは我が家だわははは。待て待て当主兄上ダメだこの屋敷。李の家の基盤だ失ってはならん。これはきっと偽物だ。大見事だ。ああ。これは副本破っても無駄だこんなもの。まだいくらでもある。リビング HE この畜生。あいつに散々な目に遭わされた。もういい。言うべきことはすべて言ったお前ら。何かあればリビング HE に言え奴らを。全員追い出せ。そうだ。何も持って行かせるな来ているもの。身につけているもの。すべて残していけ。何をする気だ。100年の李の家が不肖の子一人で滅ぶとは。一品位を突破した。この修行速度を前世に比べれば確かに速い。前世、修行を始めるのが遅すぎた。妖魔が進行したとき、私はまだ十分な実力を持っていなかった。最後まで生き延びられたのは、すべて李の家の人々の守りのおかげだ。数千の狼王が李の家の門を破ったとき、老子が、みんなの前に立ちはだかった。その後はおじとおばが、最後には、いとこが三日三晩死闘を繰り広げて、私が深仙に突破するのを守ってくれた。前世、みんなが私を守ってくれた。今世は、私が李の家全体を守る番だ。もしもし、李社長。第一便の玉石が届きました。どちらにお届けしましょうか。南港の倉庫に送ってください。全品到着後、残金を支払います。はいはいはい、はっはっは。予感がする。あと1日あれば、2品に突破できる。ちょうど霊気復興の前に間に合う。ははは、これは最高だ。まさか。ゴミを何回か運んだだけで、こんなに儲かるなんて。こんな、バカで金持ちのバカが、もっとたくさん来てくれればいいのに。はっはっはっは。手早くやれ、急いで拾え。後にもまだたくさんあるぞ。これを終えても、あと10数便はある。急げ。おや、劉社長。母は、劉社長自ら出陣ですか？まさか、李の家のこの大口案件を受注したんですか？あ、その通りですよ。聞いた瞬間、バカが高値でゴミを買い取るって一刻も猶予できませんでした。大急ぎで駆けつけました。おめでとうございます、劉社長。1000億の大口案件を獲得ですね。同家の至りです。でもこの件は、やはり李社長に感謝すべきです。我々に方で、種を拾うチャンスをくれたんですから。おっしゃる通りです。我々は皆、
李社長に感謝すべきです。ははは。このバカめ。ふざけた終末霊気不幸だ。たかが夢で。我が李の家の100年の基盤をすべて台無しにしやがって。何度も電話したのに、全然出ない。探せ。会場をひっくり返しても。あいつを探し出せ。急げ、早く。はい。私も探しに行きます。行ってこい。なぜそんなことをした？まさかこの世に、本当に修行なんてものがあるのか。兄さん、信じて。この方法、家に帰ってよく読んで、その通りに学んで。唯一生き延びる希望なんだ。わかった、わかった。じゃあ、この方法を試してみるよ。本当かどうか。まず丹田が暖かくなり、マハルを催し、オリョを通し、強石を通し、玉枕を沈し、泥丸を注ぐ。潮のごとく湧き、ポンプのごとく登り、さらさらと流れ、甘露が降る。重炉を過ぎて死府に帰る。皇帝に落ち、周りを巡りて始まり、循環して橋なく、天川は満々たり。我れ自ら中流にあり。やばい。これはどういうことだ？さっきのあれ、まさか霊力だったのか。どうしてまだ見つからないんだ？おじいさんなら場所がわかるはずなのに。全部探したんだ。全然見つからない。たった一晩で。あいつどこへ行ったんだ？もう一度よく考えてみろ。まだ探していないところはどこだ？裏山はまだ探していない。じゃあ急いで探しに行け。例の山をひっくり返すようなことがあっても。必ずあいつを見つけ出してこい。早く行け。何をぼんやりしているんだ。兄貴、落ち着いて。ハオスランの方は。まだ連絡がないんだ。もしかしたらすぐに。リング HE を連れて帰ってくるかもしれない。俺、成功したのか。俺、本当に成功したんだ、修練が。修練は本当だった。この世に本当に修練なんてことがあるんだ。リリング HE の言ってたことは全部本当だった。じゃあということは？前世も君はこうだった。君は一度また一度と、俺の前に立ちはだかって守ってくれた。俺を最後まで生かし続けてくれた。3年後に霊気が蘇り、1年後に万葉の門が開く。唯一生き残る希望は、修練しかない。本当に前世から生まれ変わってきたんだ。世界は本当に大変革を迎える、妖魔の進行。終末。リリング HE。俺のスピード、速い。2品だ。やはり俺の考え通り、霊気蘇りの直前で、2品に突破した。そろそろ帰る時だ。警報、道の高エネルギー進行奇跡。火星上惑星帯を開通。これはどういうことだ？落下地点地球、所長。臨界値を超える。何、衛星が。急いで衛星画像を引き出せ。大変だ。急いで通報しろ。
リビング HE。この野郎、よくも戻ってきたな。先祖代々の本まで売るとは、今日こそは。納得のいく説明をしなければ、ぶっ殺してやる。見てみろ、お前は俺たちみんなを、どんな目に遭わせたんだ。お前はなぜそんなことをしたんだ。4000億でガラクタの石ころを買う。お前は頭がおかしいのか。リノイエはいつかあなたに滅ぼされる。父上。みんな。久しぶりだな。何をバカなこと言ってるんだ。一体何がしたいんだ。父上知ってるか。あなたは我がリノイエの英雄だ。前世数千の老妖が我がリノイエの門を破った。あなた一人がみんなの前に立ちはだかった。逃げる時間を稼いでくれた。あなたは我がリノイエの最初の英雄だ。父上。もういい。前世だの妖魔だの。作り話をしてんのか。怪しげなこと言うな。前世では一族で一番嫌いだった。いつも私を狙って陰で妨害してたから。プロジェクトの協力を妨害し多くの女たちと外で不倫してた。ずっと自己中心的で陰険な。狡猾で悪辣な人間だと思ってた。でたらめを言うな妻よ。私はそんなこと。あなたねも歯もないことを。でも後で間違いに気づいた。私の想像とは違っていた。父上が犠牲になった後。叔父上あなたが立ち上がりみんなをなだめ。武器の作り方を教え救援を求めそれどころか。最後には私たちを救うために。父上と同じ選択をした。ゼングフィ。行け。ゼングフィ。叔父上。あなたも我がリノイエの英雄だ。あなた本当に気が狂ったのか。何をするつもりだ。そして叔母上普段は苦病で命惜しさに。小心者で損得感情ばかり。でもあの日妖魔に囲まれた時、あなたが飛び出してきた。狂ったように飛び出してきて。数百の妖魔を切り殺し私たちは死の危機を逃れた。何をデターメ言ってるんだ。妖魔だのなんだの。気が狂ったのか。もういいでたらめを言うな。くだらない妖魔話はもうたくさんだ。さあ早く金を出せ。リノイエを買い戻せ早く。今言ってることはただ理解できないだろう。でも構わない。証明してやる。霊気復活の異変がすぐに現れる。まだ狂ってるのか。お前は釣り疲れてるんじゃないか。俺が叩き起こしてやるからな。どうして避けなかったんだ。前世の因縁だ。俺はお前たち全員に命を借りてる。リビング HE。おじいさん、2番目のおじさん、おばさん、本当なんです。リビング HE の言ったことは全部本当です。一体どういうことなんだ。なんでお前まで彼に付き合ってふざけてるんだ。ふざけてなんかない、本当だ。俺はリビング HE だ。クレタ工房で修行したら、本当に成功したんだ。信じられないなら見てみろ。お前の手が光ってるぞ。これは霊力だ。修行すれば得られる。重慶も覚えてるだろ。俺が言った3日後の真夜中に霊気が蘇る。手に異変が現れるって。始まるのか。どんな異変だ。異変の名は語学反散。どこへ行くんだ。止まれ。行こう。俺たちも見に行こう。お前たち一体何をしてるんだ。10、9、語学反散。あれはなんだ。7、6。冗談じゃない。そんなことがあるわけないだろう。ハオさん、なんでお前まで彼に付き合って狂ってるんだ。
れはなんだ？あれは何なんだ？お前たち一体何を企んでるんだ？来るのか？視界反産語学長、陳魔女邪官の危機よ。霊気フッ素。始まった。山だ、空に大きな山がある。一体どういうことだ？誰か教えてくれ、一体何が起こったんだ？東岳天気自由、雲海本有つく。東岳泰山、おいでください。西岳先人削り玉峰。牽引来定段岳よ、西岳花山、おいでください。南学園下順壁法。小東安遊用霊将。南岳高山をお迎えします。北岳玄妙は、二の淵に隠れ二寒潭に月を閉ざし影が舞う。北岳山をお迎えします。中岳天中に大奥を下す。万歳の邪気が菅の木を清め中岳須山をお迎えします。陳さん。陳さん、大丈夫ですか？これは一体どうしたんだ？地震か？急いで避難して。違う。地震じゃないよ陳さん。山だ、5つの山が。空から飛んできたんだ。何？見せてあげる。これはなんだ？蜃気楼か。山だよ、見えたか？見えた、この目で見た。5つの山。空の5つの違う方向から飛んできたんだ陳さん。これはどうやら、語学の幻影のようだ。語学。なんだか懐かしい。これはなんて書いてある？霊気復活、語学遺産。このリリング HE って誰だ？あ、リリング HE か。彼は江城のリの家の人間だよ。今は竜頭グループで総裁をやってる。そうだ、リリング HE。リリング HE のメールに書いてあった。3日後に異変が起こるって。語学遺産。まさか本当に霊脈が覚醒したのか。メールだ、メールを取ってきて見せてくれ。他になんて書いてあった？はい、霊気復活。語学遺産、これは霊気復活を意味する。もしこれが本当なら、メールの後半に書いてあったこと。まさかこれも本当なのか。もしもし、陳さんですか？私は同じ宇宙観測ステーション。所長のリビングディアンです。ついさっき2分前、宇宙から一道の超強力な光エネルギーが地球に命中し、落下地点は、タクラマカン砂漠の中心です。衝突後。一つのエネルギー波が全世界に放射されつつあります。放射範囲は10分で全世界を覆うと予測されます。なんて言った？一体どうしたんだ？影響は？どんな影響が出る？わからない。我々には全く検出できない、あの光系帯エネルギーが、一体何の物質なのか、ただ現在の我々の、測定したエネルギー強度では、一旦あの光エネルギーが、破壊的爆発状態を呈したら、威力は地球全体を破壊するのに十分だ。まさか、陳さん、彼のメールによると、語学遺産の次は、タクラマカン砂漠。大雨が降るって、そうそう、君の言う通りだ。ちょっと見てみる。砂漠、もしもし、今言ったのはどの砂漠だ？タクラマカン砂漠です。すぐに衛星を動員して、観測塔クラマカン砂漠周辺の異常をすべて監視せよ。何か発見があれば、すぐに報告しろ。すぐに気象局に連絡し、調査を依頼しろ。タクラマカン砂漠の気象状況を。何かあればすぐ報告しろ。はい。待て。リリング HE の正確な位置をもう一度調査しろ。私が直接会う。了解。リリング HE、お前は一体何者だ？どうしてこんなことを知っている？語学遺産は現実になった。砂漠がオアシスに変わるのも現実になるのか？もしこれが全て真実なら、1年後、妖魔が世を乱す。
さっき、一体何が起こったんだ？もう一度見ても、やはりこの衝撃は計り知れない。前世の衣装が降臨し、誰もが、これは霊気復興の前兆だと思った。しかし、実はそうではない。どういう意味だ？語学遺産の衣装は、霊気復興を表していると言ったじゃないか。霊気復興はとっくに始まっている。我々が霊力を修練できたこと自体が、すでに証明している。語学遺産は、ただ修練期限を開く。最初の印に過ぎない。最初の？他にも衣装があるというのか。お前たちには見えない。さっき、宇宙から、一道の金光が降り注いだ。それは不問に守られた。一道の本源霊力だ。そして、それが活性化させるのだ。地球の霊気復興の鍵を。金光？まさか衣装が始まる前。空を覆ったあの金光か。本源霊力が地球の隅々まで覆い尽くすまで。各地の山川霊脈は、霊力の刺激で、覚醒する。世界は自主的に霊気を生み始める。そして本源霊力が根付く。タクラマカン砂漠には大雨が降る。千年も枯れ果てた黄砂が、一晩でオアシスに変わる。そんなことがあり得るのか。タクラマカン砂漠は、世界で最も乾燥した場所だ。雨が降るなんてありえない。砂漠がオアシスに？ありえない。信じられない。千年の黄砂が一夜でオアシスに？あれは普通の雨じゃない。雨の中に霊力がある。霊力の作用で、砂漠がオアシスに変わる。これが霊気復興の証だ。そうだろう。君たちが信じなくても構わない。霊力が地球を覆うのに必要なのはたった10分。そして10分後。君たちは自ら、私の言葉が真実か嘘かを確かめられる。10分後に砂漠に雨が降るというのか。そんなことがあり得るのか。霊気復興なんてものが。ありえないよ。霊気が復興したとしても、なんでそんな大金を。玉石に使うの？修行にはお金がかかるでしょ、家の金を。全部使い切っちゃって、なんで修行するの？彼、なんて言った？昨日、突然、週末が来るって。3日後、玉石が高騰するから、急いで買い占めろって。後で大いに役立つって。玉石が。霊気復興後に役立つって、それって何？玉石は霊力を育み、やがて、修行を助ける霊石に変わるんだ。そして、これこそが修行時代を開く、最も、重要な資源だ。なんで、そんなに短材を買ったの？玉石が霊石に変わるのは、玉の品質に関係ないから。なるほどね。じゃあ、玉石が霊石になれば、もっと価値が出るんじゃない？言ったよね。前世、君たちがみんなで僕を守ってくれた。今世は、僕がリノイエ全体を守る番だ。そして、僕が用意した。この4000億円分の玉石こそが、我がリノイエの、最大の資本だ。難航に倉庫を買ったんだ。この4000億円分の玉石は、倉庫に置いてある。今すぐ行けば、もしかしたら、玉石が霊石に変わる全過程を見られるかも。じゃあ、君は？一緒に行かないの？僕は、ある人に会いに行く。前世、僕にとってとても大切だった人。林風は？彼、どこに行ったの？行こう、倉庫へ。やっと、また会えたね。師匠。あなた。バカ野郎。これからの道は、自分で歩くんだ。覚えておけ。生きてこそ、希望がある。はい。アウェン。
会いに来たよ。師匠。前世、師匠は一度も死後のことを話してくれなかった。でも、夜が更けて静かな時、師匠はいつも夢の中で涙を流していた。死後の名前を呼んで泣いていた。その時初めて知ったんだ。一見、さっぱりしている師匠にも、心の中には、捨てきれない執念があったんだ。あなた、誰？一体、何がしたいの？話して。さっきのは何？僕の妻に何をした？やめて、妻よ。いいえ。なぜ？あなたは一体誰なの？なぜ？一体なぜそんなことをするの？心配しないで。私はあなたを助けに来たの。私はこの目で、あなたが私の妻を殺すのを見た。あなたは私を助けに来たというが、私はあなたに恨みもない。なぜ私の妻を害するの？師匠。あなたはこの世に主審者がいることを信じる。何の主審者？あなた頭がおかしいんじゃない？これ。この一筋の金色の光は、あなたが作り出したの？あなたは一体何者なの？あなたは私に何をしたの？私は、感じた。これが霊力だ。霊力は体を養い、人体の損傷を修復できる。さっき、私はこの力を玉ねぎを媒体として、あなたの妻の体内に注入した。その中の霊力は、絶え間なく損傷を修復し、彼女の病気の治療を助ける。霊力だ。心配しないで、霊力が彼女の体を修復している。霊力は彼女の体内のすべての組織を包み込んだ。だから、機械では検出できない。天地異変が降臨し、地球の霊気が全面的に復活しようとしている。ただ玉石だけが、霊力を養うことができる唯一の存在だ。玉石。霊石だ。霊気復活が始まり、霊石は絶え間なく、天地間のすべての霊気を吸収し、絶え間なく、彼女の体にエネルギーを供給する。これは完全に、心臓の機能を代替できる。でも、なぜ私を助けるの？前世であなたが私を救ったから。前世。私があなたを救った？何を言ってるの？全然理解できない。前世の今日、本源霊力が地球に降臨した。地球の霊力が全面的に目覚め始め、修信者が現れた。妖魔が世を乱し、生き量を害した。この世のすべての規則が変わった。ただ修行だけが唯一の希望だ。だから。つまり、あなたはあの前世から来たってこと？私たちは前世で知り合ったの？私とあなたが出会ったのは、万葉の門が開かれた2年目。その時、私の家族には、私と重慶の2人だけが残っていた。私たちは隠れ潜み、九死に一生を得て、結局ある時、妖魔の襲撃で離れ離れになった。あの時、私はまだ三品の教会にしかいなかった。もし妖魔に遭遇したら、必ず死ぬ。生きる望みはなかった。でも、ちょうどその時、あなたが現れた。誰もが自分の身を案じる時代に。あなたは一瞬の躊躇もなく、私を救ってくれた。
私を足手まといだと思わず、見捨てず、守ってくれた。修行を教えてくれた。私を守るために、あなた自身も犠牲になった。あなたが犠牲になるとき、私に言った。しっかり生きろと。生きていれば希望はある。でも、結局。私はそれを成し遂げられなかった。その後、私は神仙境まで修行し、世界で、最も優れた一人となった。でも、遅すぎた。妖魔は強大すぎて、もう叶わなかった。私は神仙界で、一番若かった。みんなが私を守り、最後まで守り抜いてくれた。まだ希望があると思っていた。でも、最後には世界中に、私一人だけが残された。私は全力を尽くし、あらゆる手段を使った。それでも、どうにもならなかった。希望など、最初からなかった。遅すぎたのか。なぜ？霊気が復活し、玉石が霊気の需要を受けて、霊石へと変わる。これは修行の重要な資源だ。誰もが霊石を奪い合い、貴重な。10年の修行時間を逃した。10年後、妖魔が現れた。彼らは発展し、もう私たちにはかなわないほどになっていた。だから、今度はどうするつもりだ？私は修行期限を早めに開く。霊気復活を終わらせ、人類が動揺する10年を終わらせる。私は人類を導いて修行させ、できるだけ多くの神仙境の強者を育てる。これしか、万葉の門が開くとき、すべてを終わらせることができる。これはどういうことだ？何か問題はないのか？始まる。本源霊力が地球の霊気を完全に活性化した。各地の山脈が覚醒して霊脈となる。霊脈。肌峰は空を横切り、錯漠を分かつ。観光は曲がりくねり、婚礼を抱く。大白の雪解け水は老畝を潤す。周南の雲は立ち上がり、地霊を守る。古来より名高い山川の流脈はすべて、霊気の需要を受けて、霊脈へと変わる。玉石から霊石への転換は、今この瞬間から始まる。チンさん、宇宙観測ステーションから連絡が入った。あの金色の光は地球に到達した後、消えた。何の影響もなかった。砂漠の方は、気象庁は異常を発見したか？気象観測ステーションからも、連絡が入った。桜間間砂漠全域で、全地域、気象異常はなく、何も。大雨が降る兆し。無事で何より。まずい、チンさん、黒い雲が来て風が立ち始めた。桜間間砂漠上空に範囲が33万キロを超える亜熱帯高温気流弾が出現。本当に雨が来る、史上初の。スーパー大雨だ。何、チンさん、これ。見て。これって、まるで竜、立つみたい。これは伝説にしか出てこないものじゃないか。この世界は一体どうなってるんだ。彼の言う通りだ。まず語学遺産の期間。今度は砂漠の大雨、神流出現。次は霊脈覚醒、玉石が霊石に変わる。何かまずいことが、チンさん、さっき。我々が検知した大夏の複数の山脈で突然、強大なエネルギー波動が爆発、同時に強大なエネルギー光中現象、エネルギー構成は不明。分析できず、検知できるのは、エネルギー強度がすでに限界突破、衛星撮影の画像。もう送った、早く見てください。これが霊脈覚醒です、チンさん。霊脈が感染した後、玉石は霊石に変わる。これが霊石だ。急いで、すぐにリリング HE を探しに行け。はい。これは、これは修練工法だ。よく見て、真似して学べ。今の霊気濃度は、君が地区危機に突破するのに十分。
一旦蓄気機に突破すれば、自身の霊力を動員でき、自身を温養、その時、すべての生理的な病気は、存在しなくなる。修練。蓄気。できるだけ早く修練しろ。蓄気機まで修練したら、また俺を探せ。俺は南高百里先の倉庫で待ってる。妻、目が覚めたか、調子はどうだ、妻。どうした？苦しくない。全身に力が満ちているみたい。この世界は変わり始めた。緊急報道を挿入します。本日深夜0時ちょうど。大夏宇宙観測所が観測した。金色の正体不明エネルギー体、タグラマ間。砂漠地域に命中、正確な位置は。北緯36度51順陰陽符から41度10。東経77度31順陰陽符から90度21順陰陽符の間。その後、世界中の多くの場所で次々と。正体不明エネルギー体警報発令。現在各地で。専門家調査チームを設置し、光営業を進めている。すべてが同時刻に。ヘドウィンを現在とした。専門家はこの奇跡的な現象を。おそらくあの天界から来た。高エネルギー光源と関係があると称した。具体的な原因はまだ明確ではない。皆様は自身の安全を守ってください。異常現象発生地に近づかないでください。本当だ。本当にリンフーが言った通りだ。弾はすべて霊石に変わった。品質に関係なく。すべて霊気復興の後、霊石になったんだ。あの子は私たちを騙していなかった。弾の価格が冒頭、1日で3倍に。1週間後には有価無視に。有価無視だ。だから言っただろう、リンフは。こんなことでふざけるわけがない。おじいさん、おじ、おば、これらの霊石は、以前の霊石より何千万倍も価値がある。これは今後、全民修練時代の中で、我がリノイエの基盤となる。つまり、我がリノイエは終わっていない。我がリノイエは一気に飛躍するんだ。よかった。喜ぶのはまだ早い。我がリノイエは400億もかけて。弾を買ったこと、動きが大きすぎた。しかも弾が霊石に変わる動きも大きい、今。すでに大きな衝撃を与えているはずだ、きっとみんな。原因を探っている人々が霊石の貴重さに気づけば、必ず血生臭い争いが巻き起こる我がリノイエは、必ず真っ先に狙われる。だから、今の急務は、すぐに修練を始めること。前世もそうだった、霊気復興。霊石は一夜にして珍品となった。みんなが奪い合い、それによって、10年にわたる資源混戦が勃発した、この期間に、無数の人的被害が発生し、妖魔が出現した時、人類は、すでに抵抗する力もなかった。これは、必ず経験する過程なのだ。すべてが突然すぎる、人々はまだ、元の法治社会に止まっている。意識では、まだどうやって金を稼ぐか考えている。一歩遅れれば、すべて遅れる。だから前世。人類は完敗したんだ。つまり人類は、修練だ。全員すぐに私と一緒に修練する。前世。霊気復興の後、就寝する者はすでに現れていた。多くの実力と基盤を持つ勢力は、多かれ少なかれ。修練に関する典籍を手にしている。今の世の中。実力こそが全てだ。これから後方を伝授する。すぐに修行を始めよう。よし、リリング HE。これからリノイエは、君に任せる。みんな君に従う。私が修行を導く。教えた後方に従って。霊力を吸収し、体内で巡らせ始めてみろ。終点を回せ。人それぞれの才能で、蓄気の時間も、異なる。この間、私はずっと霊力を調整して、君たちを助ける。肝に銘じろ。一気にやれ。勢いが衰えたらもうダメだ。
こまで来た。残された時間は多くない。もう玉の変化に気づいた者もいるだろう。父たちが全員筑本に成功したら、私も急いで修行しなければ。ありえない。なぜ玉が光るんだ？おい、ローマン、カさん、大変だ。こっちの玉が、突然光り出した。緑色の光で何か変異しそうだ。何？こっちもだ。触るのも怖い。どういうことか知ってる？どうも。ニュースでやってたことと関係があるみたいだ。ダメだ。他の人に聞いてみる。何か知ってる人がいないか。いいことかもしれない。何か分かったらすぐ教えてくれ。分かった。いいことだ。社長、大変です。社長、何を慌ててるんだ？で、私の手を見てください。何言ってるんだ？手なんか見てどうする？これ、どうなってるんだ？君の手が治った？前は確か、人差し指がなかったはずだ。社長、見てください。さっき、この光る玉がどうなってるか見ようとしたら、触れた瞬間、突然何とも言えない。心地よさに包まれたんだ。まるで、温泉に浸かってるみたいに気持ちよかった。気がついたら、手が治ってた。何？どういうこと？玉が光って病気を治す。社長、本当です。うわ、私も試してみる。これ、社長、間違ってなかっただろ？本当だろ？これは宝だ。大儲けだ。早く教えてくれ、うちの倉庫に。まだどれだけ在庫がある？今の倉庫には、原石が30万トンくらいあって、完成品が8万トンくらい。合わせて、40万トンくらいだ。何？たったの40万トン。前は数百万の在庫があったはずじゃないか。社長、もともと倉庫にあったあの原石の廃材や単材は、この間まとめて李さんに売り払いましたよ。忘れたんですか？玉を買い取る。完成品はダメ。廃材もダメ。あと、アクセサリーにできないやつもダメだ。大量の玉石でもいいから、どれだけの在庫がある？李社長がおっしゃっているのは原石ですね。もちろんありますよ。私の手元には、少なくとも500億円分の在庫があります。どれだけ必要かによりますが。400億円分、全部ください。李社長、なんておっしゃいました？世界中から買い集めるつもりだ。この400億円は頭金に過ぎない。今日中に支払う。その後、さらに3000億円分追加する予定だ。今日中にお渡しできますが、そんなに在庫があるんですか？社長、大丈夫ですか？教えてください。うちの倉庫の原石の廃材や、単材に何か変化は？光ってたりしませんか？それはわかりません。あの廃材や単材は全部、李社長にまとめて売りました。今の状況からすると、大体そんな感じだと思います。どうしたんですか、社長？しまった。大事なことを台無しにした。一体どうしたんですか、社長？何が台無しに？わかりません。もし全ての玉石が光る宝物に変わったら、リビング HE は大儲けだ。それがどうしたんですか？玉石の値段は品質で決まります。品質が良ければ値段も高い。李社長がまとめて買ったのは廃材や単材ですよ。玉石が光ったとしても、効果はうちの方がいいはず。もし万が一、今回は玉石の質ではなく、量だけを見るなら、ああ、絶対に何かある。どうして気づかなかったんだ。リビング HE、上場企業の社長だぞ。猿のように抜け目がない。どうしてゴミの山を買うようなバカな真似を？ 3 日前、ちょうど3日前のことだ。どうしてあんなに急いでいたのか。ちょうど2日前に到着した。時間が過ぎたら、こんなことが起こる。彼が事前に、状況を知らなかったなんてありえない。こんなことが。あのリビング HE、どうやって知ったんだ？どうやって事前にこんなことを知り得た？社長。うちも彼から400億円儲けましたよ。情報が広まる前に、うちも玉石を買いだめしませんか？買いだめも何も、ニュース見てないの？今夜を待たずに、玉石を持っている人はみんな、この状況を知ることになる。さっき、君が来る前に、南アフリカの玉石業者、WH 人が電話かけて、状況を聞かれた。そんなに早いの？ 400 億円、たった400億円しか儲けられなかった。見てろ。
明日の玉石相場は絶対に暴騰する。彼は400億トンの在庫を買った。明日には4000億円で売れる。可能性だってある。それに、彼の手持ちはそれだけじゃない。彼は他にも在庫を持っていて、リノイエの資産を全部担保に、400億円の融資を受けて、世界中で玉石のクズを買い漁り、たった2日間で、少なくとも2、3000万トンも仕入れたんだ。運搬だけでも、100台以上の大型トラックを動員した。一昨日から始まって、つい2時間前にやっと終わった。彼がどれだけ仕込んだかわかる？ちょっと転売するだけで、どれだけ儲かると思う？もっと用心して、彼に売らなきゃよかった。どうして気づかなかったんだろう。私がバカにしていたのに。結局、私こそがバカだった。李社長がおっしゃるのは原石ですね。もちろんありますよ。少なくとも500億円分の在庫があります。あとは、どれだけ必要か次第です。400億円分、全部ください。私はたった400億円しか儲けられなかった。リリング HE という畜生め。さらに100億円も値切られた。頭に来る。社長。ここまで来てしまった以上、お体を壊さないでください。最悪、彼が大量の玉石を持っていると情報を流しましょう。なんて言った？つまり、最悪の場合、彼が大量の玉石を持っていると情報を流すんです。ヒップ無罪、快適それ積みなりですよ。他の人に面倒をかけさせましょう。そうだ。まず置きましょう。そうだ。直接、彼に玉石を売った社長を探して、手を組んで、奪い取ろう。そうだ。直接奪い取ろう。今すぐ電話する。なんだこりゃ。お前ら誰だ？何してるんだ？お前は誰だ？何がしたい？これは100億円だ。お前が持っている玉石を全部よこせ。何？ 100 億円で全部買い取ろうって？どうかしてる。強盗でもする気か。さっさと失せろ。ここに来るな。ふん。何が起こった？社長が吹っ飛んだ？無駄な時間はない。3つ数える。玉石を全部差し出すか、死ぬかだ。お前、一体何者だ？ 3。これはどういうことだ？ 2、渡す。全部渡す。差し出す。ふん。閣下、私の手元には上質な玉石原料が約30万トン、完成品の玉器が8万トン。合計40万トンほどの在庫があります。住所を教えてください。すぐに配達します。いや、私が直接お届けします。本当に40万トンだけか。カズマ満格です。閣下。どうして閣下を騙せましょう。確かに40万トンだけです。不審なら、倉庫を調べてください。どういうこと？こんな大きな玉石グループの在庫が、いくつかのメーカーに、及ばないなんて、しかもこれだけじゃない。最近、玉石を大量に買い占めている者がいるらしい。確かにいます。ちょうど2日前、流東グループの会長、リリング HE が訪ねてきて、400億で、160万トンの玉石原料を買い取りました。それだけではなく、李氏の全資産を担保に入れ、4000億を借り入れ、世界中で玉石を買い漁っています。本当に？本当です、殿。私の推測では、リリング HE の手元には、今少なくとも、3000万トンの玉石があります。なるほど、通りで。いくつかの玉石工場を回っても、在庫がほとんどなかった。先に買い占められていたのか。リリング HE。聞いたことがない。殿、リリング HE の居場所は分かっています。私が案内します。よろしい。お前の正義を見てやろう。ことが成就した暁には、十分な褒美をやる。2時間以内にお前が持っている玉石をすべて、陳北王府に届けよ。何？お前、貴様は陳北王。ではリリング HE という小僧のところに行き、伝えよ。彼の持つ玉石すべてを30兆で買い取ると。私は後で行く。30兆。余計な心配は無用だ。言われた通りにせよ。さて、見てやろう。あれが単なる幸運なのか、それとも。
何かを本当に知っているのかを承知しました。では、陳北王、伝説の陳北王が本当に、ははは、リリング HE よ、リリング HE。これでどうする気だ？社長、すぐに人を手配して、陳北王に玉石を届けさせ、その後、私と一緒にリリング HE を探しに行きます。はい。よし、今すぐ陳さんに連絡する。ああ、わかりました。陳さん。連絡が入りました。現在市場では、玉石の大規模な買い占めが始まっており、さらに、修練者の存在が疑われるものまで現れています。こんなに早く、情報は確かか、間違いありません。それに、陳北王府からも連絡があり、ゼアオグフォンが現れました。彼も玉石を大規模に買い集めています。ゼアオグフォン。確かにゼアオグフォンだ。確かです。写真はあるか。すでにタブレットにお送りしました。本当にゼアオグフォンだ。彼は死んでいなかった。陳さん、何か問題が？このゼアオグフォンは20年前に死んでいるはずだ。どうして生きている？しかも、写真を見ると20年前より若返っている。何？まさか彼は本当に修練者なのか？張陽光は性格がひねくれている。人付き合いが悪く、冷酷非情で、従うことを嫌う。もし彼が主信者なら、世の中は大混乱に陥る。しかも今、玉石を大量に買い付けているのは、李陵河の以前の行動を知っているからだ。まずい、急げ。早く会わなければ。李陵河が危険だ。そう。本当に霊力を習得した。俺は主信者になった。この感覚不思議だ。自分の体を感知できる。以前より何倍も鮮明で体内さえ。これが李陵河の言った内仕込みか。これが主信者になる感覚か。気持ちいい。俺の近視が治った。兄貴、顔が若返ったみたいだ。本当だ。突破した瞬間、感じた。体が10歳以上若返った。腰の痛みも消えた。足の痛みもなくなった。一品だ。俺は一品協会に突破した。おじいさん、おじさん、おばさん。筑期を突破した感じはどうだ？最高だ。最高だよ。遼河が俺たちのために全ての道を用意してくれた。それなのに俺たちは誤解していた。俺の言ったことを覚えておけ。今日から李の家は、遼河一人に従う。彼の足を引っ張ってはいけない。わかったか？今は遼河が突破する重要な時だ。まずは外に出よう。絶対に邪魔してはいけない。ああ。え？誰か来た。お前たちは誰だ？李陵河はどこだ？出てこい。早く。お前たちは誰だ？遼河に用事か。俺はカバン系。関羽玉石グループの社長だ。李陵河を出せ。取引の話がある。ありえない。誰がやった？前総裁の李陵河の権限だ。今追跡できるのは権限が向かっている先。関羽玉石という玉鋼会社だ。お前か。俺を知っているのか。課社長、要件は直接俺に言え。もし、玉石の売買なら言わなくていい。売らない。絶対に売らない。3000億で李陵河が、
以前買い付けたすべての玉石を買う。売らない。バカなのか。ここには3000億あるぞ。よが前は玉石を買い取るのにたった400億、3000億。君たちは大儲けしたんだ。売らないって。まさか俺たちが何も知らないとでも思ってるのか。母さん。帰ってくれ。忠告を聞かず、罰を受ける気か。いいか。俺は陳北王府の使者だ。3000億。俺が欲しいんじゃない。陳北王様がお望みだ。断れるとでも。陳北王。陳北王も知らないのか。80年前。辺境で先行を立てたあの陳北王だ。張国王は尋常ならざる手腕を持ち、天地を揺るがし、その行く先々で、鳥獣チリチリ、万人が敬う。張国王、まさか彼だったのか。兄貴、彼を知ってるのか。張国王。30年前、伝説のような人物で、ほぼ、一時代を支配した。20年前、世間では、暗礁を追い、本来ならもう亡くなっているはずだが、まさかまだ生きていたとは。じゃあ今年で100歳超え？ありえないだろう。ああ、可能不可能はいい。聞くが、陳北王様がお望みなら、君たちは渡すのか。修行だ。全員、すぐに俺と共に修行を始めろ。前世、霊気復興の後、修練者はすでに現れていた。今の世は、実力が全てだ。どうしよう、おそらく陳北王も主戦者だろう。陳北王府の底力からして、張国王の実力は、きっと俺たちよりはるかに上だ。ひょっとすると、李陵河よりも強い。まだ迷ってるのか。陳北王を相手にできると思ってるのか。彼が欲しいものは誰にも止められない。今ならまだ3000億で済む。ことを大きくしたくないだけだ。顔を立ててやっている。恩恵だ。もし陳北王様を大こらせしたら、人も財産も失うぞ。俺の忍耐にも限界がある。今すぐ答えろ。売るか、売らないか。売らない？なんだと。玉石は売らない。誰が来ようと変わらない。いい度胸だな、誰が来ようとって。気をつけろ。強いぞ。彼らはこれ。一体どうなってるんだ？あんな風になるなんて。まさか、玉石のせいか。やはり俺の考え通りだ。李陵河が玉石を買ったのは修行のためか。こんな偶然があるわけないと思ってた。まあいい。手間が省けた。これはどういう状況だ？まずい。あ。怖すぎるオフィスで感じたあの時より、何百倍も恐ろしい。どうしよう、今はまさに、リング HE が突破する重要な時だ。絶対に邪魔されてはいけない。中で修行しているのはリリング HE だろう。大胆だな、家族が死にかけているのに、彼はまだ、静かに修行できるなんて、面白い。やめて。俺は生まれつき、身の程知らずが一番嫌いだ。あ、ハオスアン、手を止めて。霊石は渡すから。俺に命令するのか。それに睨むのか。兄貴。知ってるか。俺に命令した奴はみんな死んだ。手を止めてくれ。お前か。陳北王に会ったな。李一族は俺にまだ用がある。俺の顔に免じて、李一族の命を助けてくれ。後日、陳坊が圧令を持ってお礼に伺う。お前ごときが、俺に情けをこう資格などない。何？あ。ゼアオグフォン、俺の地位を知ってるだろう。本当にそうするつもりか。世の中は変わった。今は、弱肉強食の時代だ。
誰の拳が硬いかで決まる。身分や地位はもう意味がない。小僧、お前。ただ、俺はとても興味がある。お前は何の権利があって、この虫けらどものために立ち上がる？まさか、何か特別な理由があるのか？もしかして、リリング HE のあの小僧のためか？確かに彼のためだ。彼が教えてくれたから。この世界の玉石は、霊力に触れると霊石になる。彼はまた言っていた。1年後、万葉の門が開かれる。人類は団結しなければ、さもなければ妖族に滅ぼされる。彼は万葉の門まで知っているのか？他には、彼は修行方法も知っている。他はあまり話してくれなかった。でも俺は信じる。彼は多くのことを知っている。だから俺は言った。どこかおかしいと思った。後方か。どういう意味だ？リビング HE。奴らに教えた工法は、俺のよりはるかに優れている。彼の工法はより完成されていて、効率がいい。霊気が開いてまだ間もないのに、奴らは2品の境地まで練った。才能が恐ろしいな。だからこそ、奴らは死ななければならない。やめて。何があった？君がリビング HE か。彼は陳北王ゼアオグフォンだ。実力は相当なものだ。十分に気をつけろ。心配するな、俺がついている。大丈夫だ。粉体元総合白身のほど知らずの小僧め。片腕を自ら切り落とし我が一族に謝罪する機会をやろう。母は俺も機会をやろう。お前の手で奴らを殺せ。その代わり命は取らぬ俺のそばで犬として生きよ。つまり話し合いの余地はないと。お前に話し合う資格はないだが安心しろ。今すぐ殺すつもりはない。お前の秘められた力に興味があるのだ。ゆっくりと研究してやる。そうか。リング HE お前は？心配するな。すぐに戻る。これはどういうことだ？お前は一体何の教会だ？凡教4品。ありえない4品しかないのになぜこんなに強い？これが強いのか？どうやら弱い者いじめしかできないようだな。お前のようなものは俺が経験した時代では最も早く死ぬ。お前は一体どこから来たのだ？不動門神。は。お前俺に何をした？最後の機会を与えたお前が知りたかったのは、俺がどこから来たかだろ。すぐにわかるさ。ああ、お前今何を見せたんだ？ゼアオグ本聞かせてもらおう。もし近い将来無数の妖魔が人間界に侵攻してきたら、お前は人類を守るために戦う気はあるか？戦わない。何のために修行している？自分のためだ。生き延びるために。万葉の門のことを知っているのか？教えろ。お前の身にまとう黒い霊力はどこから来た？我が一族には秘宝がある。血祭りによる連帯で霊力を習得できる。
ああ。俺は改めるどうか命だけは助けてくれ。お命じとあらばどんなことでもします。どうか生きさせてくれ。いや、お前は変わらない。前世。お前みたいな自己中心で、弱い者いじめをして好き勝手する奴らが、人類を絶望の淵に追いやったんだ。チャンスはやった。お前は生きる価値がない。ああ。やめて。やめて。ああ。リング HE。あれゼアオグフォンは死んだ。あ、わかってる。どうして知ってるのか聞きたいんだろ。俺は一度経験してきたからだ。霊気復活は変えられない。万葉の門の回避も変えられない。人類は妖魔と種族存亡をかけた決戦をすることになる。経験したんだな。そして最後は80年の決戦の末、人類は完敗。誰一人生き残れなかった。だから今度こそ、絶対に勝つ。俺に何ができる3日後、他の三大王府を招集しろ。大夏の三大尊者、そして大夏国内の他の勢力の代表を陳北甲府に集めろ。修練工法を公開する。道を伝え。世を救う。